こんにちは、加藤です。今日は前回の測り棒を使った水平垂直の出し方の発展系というか実用編になります。例としてテーブルの上に酒像ですね、これはフレンチという、フランスの少女像をセットしてみました。画用紙にこのフレンチを描こうとするときに、まずどういったところで測り棒を活用したらいいかっていう、その始めるとき、導入のときに具体的にはどんな風に使っているかっていう話をしていきます。まず持ち方ですね。前回お話ししましたように、こんな風に親指の爪の先で長さを区切れるように持ちます。それと目の高さ、例えばこの辺の高さだとして垂直になるように、こうとかこうならないように気をつけます。そんな風に意識した後で、まずね、この像をこの画面に入れる際に、どんな風に構成するかというか構図を決めるかっていう時に、まずね、この像の中心を測ります。中心というのは上下の中心がどこかな、右と左、左右の中心がどこかな。具体的に言いますと、例えばね、上はここ、頭の端で、下は、この像でしたら台座はなかったことにして、この首の下の、胸板の断面ですね、この切り口が入るかなって、ここまでを頭のここから、切り口のここまでを上下では画面に入れたいと思います。つまりここからここまでの中心がどこかを測ります。試しにやってみましょうか。こんな風にですね、測り棒を親指の爪の先でこんな風に長さを長くしたり短くしたりしながら、まずはね、上から下までの真ん中どの辺かなっていう1っていう単位測ります。例えばこのほっぺたの光がちょっと当たってますけど、この下のこの辺りまでを下から測ってみます。これを例えば1とします。次にこれをこのまま上に当ててみます。どうでしょう。もうちょっと短かったかな。少し親指の爪の位置を上に上げて1という単位を短くしてみます。このほっぺたの左下あたり、例えばこの辺、これだとどうでしょう。このあたりでだいたい同じくらいかな。わかりますかね。この1という単位を下から当てて区切ったところ、上から当てて区切ったところが、ちょうどこの上の端から下の端までの真ん中がどこかなっていう風にして決めるのに、こういうね、まずは任意の単位ですね。長くしたり短くしたりしながら、上下の中心がどこに来るのかをこうやって測っていきます。測るというのは比較していきます。で、場合によっては短くしたり長くしたりしながらちょっとずつ調整するんですね。この親指の爪の位置、長さをです。で、今だいたい決めました。上下の中心、例えばここです。ここっていうのは鼻の先端よりちょっと上、ほっぺたの影の左下のこの辺りになりますかね。ここが上下の中心になると。次に左右の中心を探します。左右の中心っていうのは、例えば右の端っていうのはここではなくて、この頭の方が飛び出ているので、この辺りですね。この辺り、ここが一番右の端。左の端はどうでしょう。この首の肩へつながる、ちょうどここはドレスか何かの襟の部分の突起が見えてるようですが、この辺が左端。今言った右の端、頭の先端と左の端、このドレスの始まるところ、ここからここまでの中心をまたこの測り棒を使って見ていくんですけれども、ちょうどね、この例えばドレスの端、左端から右端のあたりってちょうどこの空間に何もないところなんですよね。そういった場合は垂直にしたものをこの頭の端、この前髪の、前頭葉のあたりですね、ここから垂直にスッと下ろしたところに、例えばここの肩よりもどのくらい右側に、頭の端が来るのかなって、垂直に平行移動したこのあたりっていうのをまずね、測って覚えておきます。だいたいこの辺かな。で、こうやって測るときに、例えば左の端から右の端の終わりっていうのはここっていうふうに、このあたりっていうのを想定しておくんですね。これをまっすぐ下ろしたのはどこかな。で、次に、
ちょうどその半分を探します。例えば、こんな風にっていうのは今ね、このね、中心の鎖骨と鎖骨の間、首のちょうど始まるあたり、その辺を一つ例に区切ってみましょう。例えばこんなでどうかな、この辺。次にこれをこっち左側に当ててみます。どうでしょう。ちょっと短かった。もうちょっと爪を下げて長さを長くしてみます。こんなでどうかな、このくらいかな。もうちょっとだけ広げてみます。そんな風にして微調整をしながら、短くしたり長くしたりしながら、この頭の先端のこの位置からこの肩の端までの中心を決めます。で、今のでだいたいですね、この辺りが左右の中心になるかな、この辺りですねっていうのが分かりました。で、これが左右の中心で、上下の中心は確かこの辺でした。で、今のこの線とこの線がぶつかるあたりが、この石膏像、上の端下の端右左の端の中心になります。で、今この測り棒の先端が指し示しているあたり、このあたりが多分石膏の中心になるんですね。よろしいでしょうか。こんな風にしてまず石膏の中心を測ります。次に画面に中心ちょっと決めますよね。出し方はそれぞれに任せます。四角い画面の中心にまず十字の線を引いてみます。で、その十字の線を引いた中心に対して石膏の中心がまるっきり同じになるということはほぼないです。わかりますかね。つまり上下左右均等に余白を作ったりする場合には、今言った像の中心と紙の中心が一致していれば、上に余白が下に余白が均等にできます。左右にも均等にできます。ただ構図としていいかどうかは均等に余白ができているかどうかではなくて、例えばこの像今右側向いていますけれども、若干右サイドに余白を少し多めに取ろうかなとか、作者の意図が加わってくるんですよね。場合によっては頭を少し切った方がいい場合も出てきたり、左肩、ちょうど後頭部側ですね、画面からちょっと切れた方が構図的に良くなる場合も出てきます。そんなわけで、まずは一つの例として画面の中心が決めたところに対して石膏像の中心がどの辺に来るのか、今回の例で言うと私の場合はですね、多分この位置を画面のどこに持ってくるかって言ったら、若干上、気持ち上気味の左側、紙の中心に対して1センチくらい上、そして1.2 センチ、12ミリくらい左に移動して中心、像の中心を持ってくるかな。書いてみないと分かんないですけれども、そんな風にして書きながら石膏の中心っていう基準が紙の中心に対してどこに来るのかっていうのを比較して書き出していきます。はい。ちょっと今日は言葉ばかりでっていうかね、実際に手を動かしてないんで、分かりにくかったかもしれないですけれども、測り棒を使って石膏像の書き出し、どこを測っていくのかという話でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。